か20歳くらいまでは壊そうって頑張ってたんですけど、それを壊してみた結果、致死量の自由っていうのがあるってことを知ったんですよ自由すぎても怖いっていう。What? がテーマじゃないですか今回。で、私はオタクっていう言葉が生まれたぐらい、日本は本当に一つのものを突き詰めたりとか、深々とこう掘っていくそのオタク精神みたいなものは素晴らしくあるし、私は大好きです。本当たくさんいろんなルックをさせていただきながら、日本という文化をまた知ることができて、長らく住んでいるのにもまだ知らないことがたくさんあることに気づいたので、すごい貴重な経験をさせていただけたなっていうのと、すごい大きな夢でもあったので、その防具のカバーを飾らせていただくっていうことが私にとって一個また夢が叶った瞬間でした。こうお花をやっぱ私も普段から好きなのでこう身につけることがあるんですけど、あんなにダイナミックなお花をつけさせていただくこと、しかも生のお花を、生き物を感じました。その生きているこの荒々しさだったりとか、このお花たちは生きているんだっていうのをすごくその重さを感じられたっていうのもありますし、こう生き物を扱う、でそれをこう美しく見せる責任感を感じながら撮影に挑ませていただきました。もう一本。よし。僕はなんか本当に命ある花を使うから、やっぱちゃんとそれを、作品に載せるというか、で何も一番最初綺麗なところだけを使うんじゃなくて、ちょっとしおれたりニュアンスがあったり、ちょっと晴れてるニュアンスがあったりとか、それが自分にとってのその日本の姿かもしれない。盆栽が三角を意識して作られてるっていうのをそう伺って、三角を意識したポージングをしたんですけど、すごい素晴らしい経験させていただきました。なかなかね、盆栽とあんな風に触れ合うことなんてなかなかないので。触っちゃいけないものだと、高貴な、そうですね、ちょっとこう広げてる、こうファーッと広がってる裾の方を広げるじゃないですけど、いろんな人たちにこう伝えていくみたいな扇形っていうんですけど、そういうのもちょっとイメージします。伝統文化っていうのはどこかしらでやっぱり革新者みたいな人がいらっしゃったからこそ伝統になっていく。ずっと同じことを繰り返していたらどこかで廃ってしまって誰か見なくなってしまうんですね。そういった部分では伝統こそ新しいものなんじゃないかなと僕は思ってますね。小さい頃から枠にはめられがちだったので、韓国に行ったら日本人、日本に行ったら韓国人っていう枠にはめられたりとか、でアメリカに行ったらアジア人っていう枠にはめられたりだとか、いろんな経験があって、でその後こう音楽を始めて J-POP っていう枠にはめられたりとか、いろんな枠にはめられ続けてたっていうか、そのお前こっち行けお前こっち行けみたいなのが結構多かったので、それが個人的にすごい嫌だったんですよね。あんま落ち着かなくて、で今も自由にやってるようには見えますけど、見えてる私はきっと本当に小指の爪くらいのサイズだと思っていてほしいなと思います。自分のことだって分かんないのに、その枠にはめることなんてできないんですよ。なんで私はそれは窮屈だから嫌だっただけで、その結果自分がやりたいことをやるために型にはまったりとかしたこともあるし、ちゃんとそれについて勉強したりだったりとか、ちゃんと敬意を払うっていうことはもちろんしますけど、
なんか20歳くらいまでは壊そうって頑張ってたんですけど、それを壊してみた結果、致死量の自由っていうのがあるってことを知ったんですよ自由すぎても怖いっていう、そのやれることがありすぎても怖いって思って、例えばそれをずっと壊し続けた結果、あれ自分って何だったんだろうっていうことになるんですよね。その自由を求めて戦って尖ったりとかしてた時期ももちろんありますけど、結果その自由が手に入った時、求めてた自由が手に入った時に何したらいいか分かんないぐらい自分を見失ってたんですよ。なので結果的に後ろを振り返ってみたら壊したものはたくさんあったと思うんですけど、壊したっていうか開けた扉はたくさんあると自負はしておりますけど、その最初の方はとても荒々しかったかなと思います。21ぐらいの時に、自由すぎてもダメだ、私が何が好きなのかちょっと分かってないわってなって、何が好きかっていうのにフォーカスをして、好きなことが私の枠って決めることになったのかなと思います。今はその自分ができることを精一杯やる、自分が求められていることを精一杯やって、好きなことも一生懸命やるっていう感じで、好きなことを全力でやりたいので、そうなるために普段から努力をしてます。人ってそのなんかあれだと思うんですよね。だから私今こうやって発言してますけど、2年後3年後にはこの考えが変わってる可能性あるんですよ。なんでかっていうと人間ですから。この人間らしさみたいなものが全ての人間にあるし、私にもあるので、自分の過去の曲だったりとか今喋ってることも3年後10年後とかにはまた考えが変わっていると思います。